時は戦国時代、永禄11年、1568年9月、織田信長によって上洛を果たし、室町幕府第15代将軍に就任した足利義昭であったが、将軍権力の抑制を図る信長の一連の動きに、義昭は次第に信長を疎ましく思うようになる。畿内を制圧した織田信長であったが、急速に拡大する織田の勢力、そして信長の方針に従えない近隣大名は、共同で信長に対抗する動きを始める。西からは三好三人衆、北からは浅井朝倉、東からは武田、そして摂津石山本願寺を中心とした全国の門徒衆が加わり、後の世に信長包囲網と言われることとなった四方への抵抗戦に信長は忙殺となる。この一連の動きを裏で操っているのが将軍義昭だと気づいた信長は、17条の意見書を義昭に送りつけ、動きを牽制するも、将軍義昭は猛烈な勢いで成長する武田の最強騎馬軍団が三方ヶ原で徳川家康を撃破し、織田領に向かっていることを知ると、いよいよ打倒信長の兵を挙げる。信長、お久。おう、サスケ。武田信玄の動きはどうであった？遠江の三方ヶ原の地にて決戦となり、徳川、織田連合軍は大敗。死傷者はおよそ3割。織田軍大将の佐久間信盛は、一目散に撤退に成功。しかし、撤退に失敗した平手広秀は討ち死に。なんじゃと、信盛、あれほど城から出てはならぬと申し付けておいたが、信玄の挑発に乗ってしまったのでありましょう。浜松城で籠城すれば、3万の武田軍であれ、攻略に数ヶ月はかかる。わしが援軍に向かう時間も稼げたであろうに。しかし、殿、武田の進軍に合わせ、越前の朝倉や近江の浅井も動き出す気配がありますぞ。あるな。サスケ、信玄の体調はどうであった？病状はかなり悪い。もって半年。半年の。余命の少ない信玄は、織田との決戦を焦っておりましょう。信玄は、この三方ヶ原で家康を破ったということは、そのまま西に進軍し、三河の岡崎城を落とし、そこで冬を越え、春より本格的に尾張や美濃に向け進軍してこよう。3万の武田軍との決戦となると、我らも各地より兵を集めねばならぬ。士気の高い武田軍と戦うは得策ではない。ここは信玄が死するのを待つ。おそらく、近江の浅井、越前の朝倉が武田の進軍に合わせ動くであろうで、まずはそこからだ。お待たせいたした。おう、光秀。機内はどうであった？どうも、二条御所や上京あたりで、不穏な動きがあります。公方様は、兵糧米を勝手に売りさばき、軍資金にしているとの話や、大名から軍馬を大量にもらい受けているとも。西国の大名から受け取った金銀を幕府に報告していない話も聞いておる。義昭、やはりか。やはりとは。武田信玄が成長作戦を始めたのは知っておろう。はい、今頃徳川との対峙中であるかと。たわけな家康は、信玄におびき出されて、野戦で負けてしまうた。なんと、出るなよ、絶対に城から出るなよ、と、信長様がきつく忠告しておいたのに、家康殿は出てしまわれたのですか。たわけであろう。総大将の家康が大敗してしまったのじゃ、三河のどの城も武田軍に怯え、まともな籠城戦にはならぬであろう。さようですな。やはりとは、武田の動きと公方様が関わっていると。信玄を裏で動かしておるのが将軍義昭であろう。では、浅井や朝倉を動かしているのも義昭であろう。くそ、誰のおかげで将軍の座に折れるのか分かっておらぬ。権六、そう怒るでない。まだ決まったわけではない。光秀、この書状を義昭へ渡してまいれ。これはここ最近の将軍の務めに対してのわしからの意見書じゃ。これまでも信長様の申し付けを破り続けている公方様です。これでは逆効果となりませぬか。逆効果の、それに期待してみようぞ。家康が負けたことが今日の義昭の耳にも入る頃であろう。まこと裏の首謀者であれば必ず動く。首謀者を倒せば武田の進軍が止まるというわけですな。長秀、相手はあれでも室町幕府の将軍じゃ。倒すなんて言葉を使ってはならぬ。お諌めいたす程度でよい。では、それがしは京へ戻りまする。頼むぞ。サスケ。なんだ。引き続き、武田の動向を探ってまいれ。岡崎城への進軍が早いようだが、
織田本体10万が徳川の援軍に向かってくるなどの空評を流し、進軍速度を遅らせるのじゃ。わかったぜ。さん、申し訳ございません。木下秀吉、ただいま参りました。遅い。軍議は終わった。その頃、武田信玄率いる最強騎馬軍団は三河の国に入り、野田城を目指していた。そんな武田の動きは、間もなく京の二条御所にいる将軍足利義昭の耳にも入る。おう、三つ淵。お主はよく働いてくれるの。褒美をやらねばならぬな。公方様、いつになく上機嫌にございまするな。何か良いことでもありましたか。甲斐の武田信玄が、遠江の徳川家康をやっつけたそうじゃ。徳川殿は、織田家の同盟相手、その徳川が負けたことが、そんなに嬉しいのでしょうか。そうじゃったな。信長殿も苦労が絶えぬであろうの。公方様、明智光秀殿が参られました。そうか、どうせ。将軍、義明様、ご無沙汰しております。光秀は、今日、近江、美濃を行ったり来たりで大変じゃそうよの。はい、織田に従わぬ大名や一向衆が5万とおりまして、そのものを黙らせねば、公方様も安心して公務ができぬでありましょうから、精一杯努めておりまする。そうか、5万との、信長殿によろしく伝えてくれ。その主、信長より、書状を預かってまいりましたので、お渡しいたします。そうか、大義であったと。はは。では、次がありますりゆえ、これにて。信長殿はなんと。どうせ、武田と徳川の調停をするようにとの考えであろう。義明、調停をないがしろにするな。頻繁に顔を出すのが将軍の仕事じゃ。欲しいものがあるなら我に申せと言ったはずじゃ。なぜ他の大名から馬をもらう必要がある。こうある者に褒美をしっかり与えよう。私腹を肥やすのが将軍の務めではない。自社の扱いをないがしろにするでない。織田家の家来衆に冷たく当たっている。そうじゃな。義明を守っているのが誰なのかしかと考えよう。各地での訴訟を無視しているのはなぜじゃ。それを仲裁するが義明の務めじゃ。朝廷から依頼も改元の件はどうなっておる。早く動くのじゃ。幕府の知り得ぬ金銀が義明に入っていると聞いた。次回を得た時に我に説明せよ。長い。どれだけ続くのじゃ。信長め、世は将軍ぞ。いつも口うるさく言ってくるが、こたびは度が過ぎる。しかし、信長殿の言われることは、どれも至極真っ当なことばかりでは。いや、もう我慢ならぬ。何に我慢がならぬので。荒れていた京をここまで平穏にさせたのは、信長殿の力あってのこと。何を言う。これでは信長が将軍ではないか。わしをないがしろにしよって、こんな窮屈な座を求めていたわけではない。公方様、ダメですぞ。将軍が反信長を。三つ淵、もう遅いのじゃ。もう遅いとは。武田信玄を動かしたのは、世なのじゃ。なんと。徳川が武田を止める力はない。武田が尾張に向かう頃合いで、浅井長政、朝倉義景の部隊を北から攻めさせ、世が率いる幕府軍が西より攻めかける。世が動けば、六角木愛が甲賀州、そして一向州など、これまで信長に苦しめられた土豪も兵を起こすであろうで、尾張や美濃の制圧はあっという間であろう。そのようなことを考えておられたのですか。信玄殿の強さが、これほどまでとは思っておらんかったが、こうなれば世の兵を挙げる。すでに公方様の手引きにて織田包囲戦が始まっているのであれば、もはや議論の余地もなかろう。いや、精鋭揃いの織田軍をそう簡単に倒すことはできませぬぞ。藤高、信長討伐は将軍の命ぞ。意見をすることは許されぬ。織田信長から将軍義昭に送られた17条の意見書をきっかけに、ついに将軍自らが打倒信長を掲げ動き出した。義昭はこの日のために密かに進めていた琵琶湖南の砦作りを開始させ、信長を京に入れさせない動きを始めるのだった。信長様、浅井のお谷が騒がしくなっておりまする。で、あるか。武田の進軍に合わせ、美濃攻めの準備に入ったのであろう。そうかと思います。先日、密かにお市様ともお会いできまして。猿、今なんで申した？だから、お市様とも返しまして。密会じゃと、許さぬ。
猿のような口だけ男に、お市様が何も話されるわけなかろう。はい。柴田様のことは一言も話されておりませんでしたが。嘘を申せ。嘘ではございません。どっちでもよい。で、一は何と申していた。はい。雪の影響で、越前の朝倉軍2万は春まで動けないと。一、辛い立場であろうが、よう伝えてくれた。朝倉が動かぬ間は、浅井も動かぬであろう。光秀、今日より戻ってまいりました。光秀、意見書は義明に読ませたか。はい。信長様の見立て通りの結果が出ました。それで、織田家に味方したいと申す者を今日よりお連れいたした。おう、誰じゃ。信長様、ご無沙汰しておりまする。奉公衆を務めておりました細川藤孝にございます。おう、藤孝殿か。して、務めておったということは、辞して参ったということか。はい。こたびの武田の動き、そして浅井、朝倉との度重なる戦いも、すべて裏で公方様が仕組んでおったと知りました。信長様からの意見書を読んだ公方様は、堪忍袋の尾が切れたかのように挙兵を決めたため、将軍の器ではないと判断し、光秀殿に頼み、こちらへまかり越した次第。ははは、義明は将軍の器ではないか。じゃが、この信長に歯向かおうとする気骨さは、褒めてやらねばならぬぞ。笑ってばかりもいられませぬ。義明様は、二条五所の堀の改修を進め、武器弾薬も運び込んでおりまする。大和の松永久秀も幕府側につき敵対を表明。また、敵であったはずの三好三人衆、岩成智道と和解するなど、京での地固めをするとともに、南近江の今方田、石山の2カ所に砦を作り、京への進軍を阻止する動きも始めたとのこと。砦が完成する前に破壊すべきですな。信長、急ぎ報告だ。佐助、信玄に何かあったか。ああ、東三河の野田城攻めの最中に血を吐き病状が悪化。現在、長篠城で療養している。あるか。これで、武田の進軍は一旦止まった。この機に、義明の企みを潰すぞ。柴田勝家、明智光秀、丹羽長秀は城に戻り、両砦の破壊に向かえ。信長様、おいらにも出陣の決意を。猿は浅井の抑えであろう。もう偵察ばかりは飽きました。己、お市様と会っておきながら飽きたじゃと。どの口が申すのじゃ。この口にございます。二度とお市様と話せぬようにしてやろうか。柴田様は暴力でしか解決できぬお方ですからな。喧嘩はやめよう。秀吉は横山城で引き続き浅井の動きを見張るのじゃ。浅井に中山道を抑えられたら動きが取れなくなるでの。わしも武田軍の動きが気になるで岐阜に残ることとする。三将は急ぎ南近江へ向かえ。藤孝は山城に戻り籠城戦に備えておくのじゃ。城が持たぬ時は光秀の坂本まで落ち延びよう。元亀4年1573年2月の20日、柴田勝家、明智光秀、丹羽長秀は各城から石山砦に向け出陣した。石山砦には将軍義明の信頼厚い幕臣山岡景朝がこもっていた。織田軍がもう来たか。くそ、動きが早すぎる。皆の者、ここは何としても耐え抜くぞ。明智軍が到着したな。長秀行くぞ。よし、突撃だ。織田軍総勢1万が石山砦に詰めかけた。未完成の砦のため、山岡隊は織田軍の進行を食い止めることができず、柴田勝家の説得により山岡景朝は降伏し、砦は落ちた。柴田勝家は石山の守備に残ると、明智光秀は船で、丹羽長秀は陸路で今方田砦に向かった。砦が見えてきたぞ。鉄砲隊打ちかけろ。湖と陸から攻めかける織田軍の士気は高く、数日とかからず陥落。光秀殿、これで街道の心配はござらんな。ですが、今日へは信長様本体の出陣を待ちましょうぞ。そうじゃな。それから半月後、武田軍が信濃に向け撤退を始めたと連絡を受けた信長は、東からの脅威がなくなったことを確信すると、京に向け出陣する。近江で柴田勝家、明智光秀、丹羽長秀と合流し、山城で細川藤孝と合流すると、4万にも膨れ上がった織田軍は、足利義昭がこもる二条御所から南東に3キロ離れた知恩院に陣を構えた。御所から出てくる気配はございませんな。戦を知らぬ義昭に
城を出る度胸はなかろう。いっそのこと燃やしてしまいましょうぞ。権六、そんなことをして仮に義明を殺してしまっては将軍殺しとして後の世まで語り継がれることになるであろう。しかし出てこぬでは城攻めをするしかございませぬ。柴田様、殿は将軍を殺したいとも倒したいとも思ってはいないのです。ただ矛を収めていただければ。拙者朝廷に赴き公方様に引き下がっていただくよう働きかけしてまいりまする。おう、藤高なら適任であるな。早速光秀と共に行ってまいれ。はは。権六と長秀は御所を取り囲み義明に加担する上京のに火を放て。はは。あっという間に二条御所は織田軍に包囲され、上京地区には火が放たれた。公方様、織田の軍勢は4万とのことです。こちらは戦慣れしておらぬ方向衆ばかり、籠城も長くは持ちませぬ。うるさい、分かっておる。しかしなぜじゃ、なぜ信長はこうも早く京にやってこれたのだ。公方様、急ぎの伝令です。申せ。三河を進軍していた武田信玄の病状悪化に伴い信濃に撤退。朝倉軍も動く気配はないとのこと。信玄殿だ。これはまずい。義明様、ただいま関白二条様がお越しになりました。急ぎ通せ。そなた将軍であるを何をなされておるのですか。ご覧の通り世に無礼を働く信長と戦っておるのじゃ。個人の感情で戦を行っておるだけであろう。義のない戦いに迷信はついてきておらぬ。これでは争い事を鎮めるはずの将軍が逆になっておりますぞ。それはこれまでに色々あってじゃな。言い訳は聞きとうない。扇町天皇のお言葉を申し渡す。今すぐにも織田殿に頭を下げはごくせよ。これは勅命である。わかりました。細川藤孝の働きで扇町天皇の仲裁を得た信長は二条御所に攻め込むという最悪のシナリオを回避し、足利義昭の降伏を勝ち取った。今日から織田軍は去り、町民は戻り始め、これで一件落着かと思われたが、それから3ヶ月後。なぜじゃ、なぜじゃ、なぜじゃ。公方様、落ち着いてください。なぜ川屋に行くことすら逐一与高臣に報告せねばならんのじゃ。それは公方様がまたよからぬことを。これでは織田の人質のようなものじゃ。比叡山を焼くような奴に頭が上がらぬ将軍を不憫には思わぬのか。それは公方様のまいた種では。なんじゃと。いえ、何も。二条御所は防衛に向いてはおりゃぬ。牧島明光のおる宇治の牧島城でならまだ戦えるであろう。公方様、武田はすでに帰り撤退しております。朝倉や浅井も当てにはなりませぬ。籠城したとて援軍は認めませぬぞ。ジョアン、分かっておる。もはや信長を倒すための戦いにあらず、次は将軍の誇りをかけての戦いじゃ。そうでございますなら、それがし若輩ながら最後までお供いたしまする。三つ淵、良いな。は三つ淵はこのまま御所に残り、ここを守るのじゃ。余は明日牧島城に向かう。皆の者共に参るぞ。信長様、先ほど京の吉田神社の神主より密書が届き、将軍義明様が勅命を破棄し、宇治の牧島城で再び挙兵したとのこと。あるか。あまり驚いておらぬようですが。あやつは反抗期の子供じゃでな。わしが将軍殺しができないことを知ってて、だがをこねておるだけじゃ。放っておきますのか。いや、放置はできぬ。光秀、牧島城は確か小倉池と宇治川で囲まれた県城であったな。はは。牧島城はこのように西に小倉池、東を宇治川が守る攻めることの難しい城にございまする。神主の密書にはこの二条御所に三淵藤秀、淀子城には岩成友道が入り、抵抗の姿勢を示しているとのこと。よし、まずは二条御所からじゃ。秀吉。分かっております。近江に戻って浅井の監視ですね。いや、こたびは連れて行く。今日での無駄な争いは避けたいゆえ、秀吉は得意の口車戦法で御所やその周辺の敵対する者どもを解き伏せて行くのじゃ。はあ、お任せくだされ。頼むぞ。さて、こたびの義明挙兵は勅命を破棄してまでのわしへの反旗じゃ。ゆえ、それ相応のけじめをつけていただくことになる。武田の脅威がなくなった今、美濃州
尾張州、近江州を中心とした織田主力7万を動員し、牧島城を攻める。されとて、敵は腐っても将軍じゃ、義明に傷を負わすことは許さぬ。よって、牧島城包囲後は、鉄砲や弓など、飛び道具の使用を一切禁じる。近江の坂本で合流とする。各自支度に入り、参集せよ。元亀4年、1573年7月の9日。坂本城を立った織田軍は山を越え京に入ると、二条御所より北の明覚寺に布陣した。秀吉の調略もあり、日野照助ら公家衆は次々投降し、二条御所を取り囲む頃には、主だった将は三淵藤秀だけだった。ここまでであろう。その三淵もついに降伏し、二条御所は開城となった。光秀、二条御所の破却を命じる。破却とは、ここは室町幕府の象徴ですが。構わぬ。義明の戻る場所はここにあらず、じゃ。秀吉は、小龍寺城の藤高と合流し、岩成友道のこもる淀子城を攻めよ。三好三人衆の岩成だけは許さぬが、それ以外は降伏を許すゆえ、口で存分に戦ってまいれ。行ってまいります。他は牧島城へ向かうぞ。明智光秀は京に残り、木下秀吉を淀子城に向かわせ、織田本体は牧島城へ向け南に進軍を開始。牧島城から北に1キロほどある5カ所に本陣を置くと、信長は各隊に指示を出す。明日より牧島城の攻略を開始する。部隊は2つに分け、わしが率いる本隊は北より、今は一徹を大将とする美濃州は迂回して城の南から攻めよ。よいな。日が明けて織田軍が動き出す。しかし、この日の宇治川の水量は多く、先鋒隊は川を渡れずにいた。なぜ進まぬ？川の水が多く、馬も怖がり、皆、たじろいでおりまする。これごときに怯えてどうする？わしが手本を見せる。殿、危のうござる。信長が自ら先頭に立って川を渡り出すと、一気に織田兵は川を渡り始めた。久保様、いよいよ、織田軍が内側を渡り始めましたぞ。見えておる。しかし、早いの。余が再度挙兵してから半月足らずで、7万もの軍勢を率い、城そばまで進軍してきておる。この統率力と求心力は、どの大名よりも勝ってございましょう。そんな信長と余は戦っておるのじゃが。そんな悠長なことを。こちらは5000もおりませぬ。まともな戦になるかどうか。前衛隊は適当なところで城へ退却させよう。城に近づく兵は弓と鉄砲で応戦するのじゃ。伝えてまいりまする。その頃、南に迂回する稲葉一徹の部隊は牧島城の南に迫っていた。ここらでよかろう。守備兵の少ない場所から堀を埋めていくぞ。しっかり盾で防ぎ、土や石を運び込め。各地で堀埋めが始まった。城兵は弓や鉄砲で応戦するが、そもそもの兵数が違うため対応が間に合わない。堀が埋まると、そこから柵や城壁に火を放ち、車内への侵攻が始まる。久保様、三の丸が突破されました。数が違いすぎ防ぎきれません。本丸まで間もなくにございます。しかし、早いの。久保様、織田軍の使者が参りました。どうせ。将軍、ご無礼いたしまする。織田家臣、三輪長秀にございまする。これより、織田軍は、総攻めを開始いたしまする。その前の最後の降伏勧告を申しにやってまいりました。我が主は、久保様の命を取るつもりは全くございません。お子様を人質に出していただければ、全軍引き上げさせ、久保様を河内までお届けさせていただく用意もございます。河内の国じゃ。はい、今日の二条御所は、破却となりましたゆえ、三好義継殿の居城、河内の若江城に入っていただくようにと。室町幕府をなくすつもりはないとの信長殿の配慮にございましょう。これ以上奉公衆を失っても困りまするゆえ、降伏いたしましょう。今日から追放か。室町幕府も終わったようなもんじゃが。相分かったと信長殿に伝えてまいれ。英断に感謝いたしまする。ではこれにて。皆の者、将軍義明は降伏した。この戦いはここまでとする。兜を外し、武器はすべて地に置き、将軍をお迎えするのじゃ。ホラ貝を鳴らせ。二条御所の戦い、牧島城の戦い。1年のうちに2度も信長に対し挙兵し、
二度とも降伏することとなった室町幕府将軍足利義昭であったが、将軍殺しの影響を恐れたのか、信長は義昭を知事にさせたり、征夷大将軍の剥奪をせず、今日からの追放処分に留めることとした。義昭はその後、堺や紀伊を亡命し、中国地方の毛利輝元を頼って備後まで落ち延びていく。一方、将軍追放を成し遂げた信長は、残る抵抗勢力の排除に取り掛かり、淀古城の岩成友道を討つと、続いて越前の朝倉義景、近江の浅井長政を滅ぼし、大和の松永久秀と和睦すると、ここに足利義昭が描いた信長包囲網は瓦解することになるのだった。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。